こんな感じに出来上がりました。中すごく広くて奥に蚊帳もつけれるんですが、今日は止まらないのでつけません。今まで背中が痛くなってたけど、こんだけ高ければ大丈夫。めちゃめちゃのっぽさん。すごい簡単にできた。空気穴もついてるし、やっと落ち着きました。このテント自体が5キロぐらいあるんで、今までみたいに1回だとちょっと運べなくて2回に分けて運びました。今日はそんなにじっとしてれば涼しいぐらいなんですが、荷物を2回往復してちょっとこうバタバタやってたら、すごいこの湿度が高いとすごい汗かく。タラタラって垂れてきたなんか霧も出てて、今雨上がってるので、今日もすごい神秘的な感じでいい感じです。今日もご飯から炊きます。今日はお泊まりできないんだけど、次ぐらいはしたいなと思ってます。そして今日は隣で炭火も起こしたいと思います。じゃん、新登場新焚き火台。炭をやるのにあんまりいっぱい炭使っても一人だと使い切らないので、ちっちゃいの買いました。簡単。あれかな、炭の下かな、炭が下、炭上かな。
にって割れるのかな。割れた割れた。炊けました。美味しそう。お肉炊く感じです。いい感じになってきました。炭の量多かったのかな。そんなことないかな。それでは炭火でちょっと作りたいと思います。これご飯を潰します。ぐちゃぐちゃに。あとはですね、群馬の焼きまんじゅうをやりたかったんですけど、群馬に焼きまんじゅうを買いに行けなかったんです。行きたかった行きたかった。またの機会に行きたいと思います。はい、ある程度潰れました。まあ大丈夫です。そしたらラップの上にご飯をまた乗せます。ベタベタご飯を乗せました。そしたらここに割り箸でくるみます。こんな感じです。潰してそうです。五平餅です。これを今度は焼きます。なんかね、炭といったこういう感じのやつやりたかった。棒についたお団子とか五平餅とかやってみたかったんです。よし。なんかさ、お団子屋さんってこういう風になってるよね。お味噌にお砂糖、これこそ好き好きだと思います。あ、適当。ごまなんて当てにならない。お水ちょっと、これだけです。これはさ、お醤油味か悩むとこですが、今日はお味噌にしました。塗りやすい硬さになるまでお水を入れて混ぜて、しょっぱい。もうちょっと甘い方がいいな。いい感じ。そしたらこれお味噌塗ります。あ、ダメだ。美味しそうすぎてどうしよう。笑いが止まらない。それではいただきます。
ないんだって。だってご飯には味噌塗ってるんだもん